up, it takes some time to reach the top. Let's take a break, here comes the drop. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive. こんにちは。富雄アカデミー77です。この動画は設定から英語音声で聞くことができます。字幕はフランス語、韓国語、タイ語、スペイン語、そしてイタリア語に対応していますので、ぜひ英語音声でも楽しんでみてください。海外のご友人がいれば、ぜひ紹介してもらえると嬉しいです。では、表参道に向かって一緒に散歩していきましょう。まずはスモークハウスと同じ建物に入っているポロのショップから見ていきましょうか。実はここ、以前はラルフ・ローレンのデニム専門店だった場所なんですよ。時代の流れとともに今は洗練されたウィメンズショップへと姿を変えましたが、建物の持つどこか懐かしい雰囲気、アンティークの椅子や鏡は当時の面影を今も残しているようですね。2階には少しジーンズもあるそうです。入り口にはお花も売っていて、ちょっとしたプレゼントもここで買えそうですよ。次はザ・ダッファー・オブ・セント・ジョージを覗いてみます。1984年にロンドンで生まれたブランドです。上品なスタイルの中にいたずらっ子のような遊び心を込めるという意味があるんですよ。ロンドンのニールストリートの横を入ったところにショップがあり、当時はトラッドなファッションのお店という印象がありました。正直当時の僕にとっては好みではありませんでしたが、ストライプのシャツを2枚色違いで購入して、イギリス風の柄のネクタイを合わせて買った記憶があります。このネクタイです。今も変わらない気がします。このネクタイ、イギリス風の柄が散りばめられていて、幅も広くなく好きな柄だったんです。ビビアン・ウェストウッドも同じような柄を出していて、色違いで 3,4 本持っています。そこの店員さんは僕とは好みが違いましたが、今でいうダブダブのジーンズを履いているのがかっこよく見えて、思わず購入してしまいました。後で分かったんですが、それがエビスジーンズでした。結局着こなせずに数回履いたきり、いつの間にかなくなってしまいましたね。1980年代のロンドン、ニールストリートのダッファーが輝いていた頃、近くではロン・アラットが廃車から取り出したジャガーのシートで椅子を作っていました。あの頃のロンドンにあった古いものを壊して新しく再生するエネルギー、あのクリエイティブな空気をこのキャットストリートを歩いているとふと思い出す瞬間があります。今恵比寿のエビスジーンズの前を通るたびに思い出しますね。そういえばゴルフギアの保護キャップにジーンズ素材で恵比寿のマークが入ったものがあったんです。個性が感じられて気に入って使っていました。キャディーさんからいつも褒められて鼻高々。ここはラグタグのショップです。単なる古着屋ではなく、世界中のデザイナーズブランドが集まるユーズドセレクトショップです。今はどうなっているか見てみましょう。まず1階はレディース、かなりのブランドが揃っていますね。独自の厳しい検品とクリーニングを経て並んでいるので、古着特有の匂いや汚れがほとんどありません。まるで新品のセレクトショップにいるような清潔感があります。シューズや帽子、バッグも個性的に並んでいますし、ストリート系のアイテムも豊富ですね。以前はこの近くの店舗に入っていましたが、こちらに移転しました。一時このお店が見づらく感じて、前回紹介した渋谷神南のラグタグばかり行っていた時期もありました。広さもこちらの方が狭いかなと思ったんですが、今回よく見てみると全体の広さは同じくらいに感じます。今回はブランド別にしっかり分けられていますので、なかなか見やすくなりましたね。
このヴィトンのスーツを持ち運ぶバッグ、昔よく使っていました。懐かしいな。今は背広を着る機会がなくなって処分してしまいました。プラダのバッグなども結構ありますね。バッグやシューズなどのブランド品も使用感がなくて本当に綺麗です。以前のショップは入り口にギャルゾンのコーナーがあってすぐに探せましたが、ここは構成が違うようです。でもブランド別に整理されているので探しやすいですよ。今レディースを見ていますが、この地域に合わせて若い方向けなのかサイズ感は少し小さく感じます。それでも興味を惹かれるブランドが多いですね。では2階のメンズフロアへ行きましょう。1階の外へ出てから入るようになったんですね。広さは以前と同じくらいでしょうか。種類もかなり増えていて見ているだけで楽しいです。ただ洋服やパンツのサイズ感はちょっと小さめですね。僕は身長173センチ、ウエストが今80センチくらいなんですが、ジーンズの80センチだと少しきついかなという感じです。でもシューズコーナーなら僕のサイズでも十分入りそうです。やはり海外のお客さんが多いですね。もし気に入ったブランドがあればここで見つけた方が断然安いです。もはや古着を着ているという感覚はなくなりますね。素晴らしいです。アワーレガシーやアクネスタジョーズもかなり割安で買えますよ。リーボックのショップです。リーボックを象徴するインスタポンプフューリーで有名なメーカーですね。この店舗はリーボックの中でもカジュアルファッションに特化したシューズが多く揃っています。それにしてもこのポンプで空気を注入するモデルは革新的でしたよね。
僕もゴルフシューズはフットジョイがいち早く取り入れたダイヤル式のワイヤータイプにしました。紐を結ぶ手間がなくて、しかも長持ちするんですよ。次はチューダーのショップです。ロレックスの創業者ハンス・ウィルスドルフがロレックスの技術と信頼性を持ちながらより多くの人に届けたいというビジョンで立ち上げたブランドです。冒険家やフランス海軍などにも採用されてきた歴史があり、頑丈なツールウォッチとして評価が高いんです。地震の先が四角くなっているイカ針、スノーフレーク針がチューダーの象徴ですね。ここはチャンピオンの巨大なフラッグシップショックです。チャンピオンといえば、洗っても縮みにくいリバースウィーブという製法が代名詞。店内で購入したアイテムにその場でオリジナルの刺繍を入れてもらえる有料サービスがあるんですよ。原宿の記念やプレゼントに選ぶ人がとても多いそうです。キングオブスウェットと言われるだけあって、ヴィンテージショップでもチャンピオンのマークがあると安心して購入できますよね。その前がハレ .jp のショップです。内装は茶室もモチーフにした空間で、大きな植木が印象的です。独創的なデザインが多いですよね。日本の伝統的な服飾を現代のモードに昇華させたデザインが外国人観光客にも受けているそうです。お値段も比較的リーズナブルで、それも人気の秘密かもしれません。ハミルトンのショップです。1892年にアメリカ・ペンシルベニア州で誕生しました。鉄道網が広がっていた当時、正確な時計がなくて事故が多発していた中、ハミルトンが正確な鉄道時計を作ったことでアメリカの発展を支えたと言われています。その後、軍用時計の供給や航空郵便の公式時計にも選ばれました。現在は生産拠点をスイスへ移転していますが、旗艦店だけあってブランドを象徴する三角形の時計ベンチューラの品揃えは圧巻です。映画メインブラックでも有名ですよね。個性的でファッションを引き立てるデザイン、かっこいいな。そしてオールセインツのショップ、ここは絶対に見逃せません。ラムレザーのライダースジャケットは手頃な価格で着やすくてかっこいい。ここのレザー系の洋服、僕は大好きです。質が良くてその割に高くない、最高です。ヴィンテージのライダースは丈夫ですが、待ち着にするには少し重たいんですよね。今の僕にとっては軽いのは最高の魅力です。イギリスのデザイナーはクリエイティブで素材の質を落とさない、それだけで高く評価できます。2階のメンズフロア、かっこいいものが多いですね。この椅子、ロンドンのロンアラッドのデザインが少し感じられます。
古い質感の革にハードなスチールかアルミを組み合わせている感じ、どこか彼のデザインに似ていてかっこいいですね。なんかそそられます。こちらはプーマストア原宿キャットストリート。プーマのシューズは細身に見えますが、意外と幅広の足でも痛くならず、足をスマートに見せてくれるので好きなんです。スポーツウェアもデザインが洗練されていますよね。ショップは地下1階から2階まであります。キャットストリートにちなんで、ロゴのピューマが猫になった猫さんモチーフの限定 T シャツなんかも販売されているんですよ。今日は高知のイベントをやっていますね。ピザスライスキャットストリート。どんなお店かな？ニューヨークの空気を感じるショップですね。アパレル関係者やクリエイター、モデルのようなおしゃれな人が多くて、旅行者もたくさんいますね。ここは使えますよ。なるほど。ワンスライスから気軽に選べるニューヨークスタイルの本格ピザ。疲れた時や小腹が空いた時にここはすごく利用しやすい場所です。隣の地下はプーマストアですが、地下からは入れないみたいです。残念。ポール・スミスのショップ入ってみましょう。表からは大きく見えましたが、中は意外とコンパクトですね。アクセサリーもゴローズと比べれば手頃ですが、ヴィンテージ感があって結構いけるかもしれません。2階へ行く階段の途中にラジカセが飾ってあって、ポール・スミスのこだわりが感じられます。2階のフロアは木の模様のタイルで若々しい雰囲気です。明治通りのショップと比べると非常にコンパクトですが、見やすいかもしれません。ポール・スミスといえば、ロンドンのコベントガーデン近くにフローラルストリートで1号店がありました。メンズからレディースまで数店舗並んでいて、まるでポール・スミスの村のようでした。そこも床が木造りだったりして雰囲気があり、よく通ったものです。明治通りのショップにもその雰囲気がありますね。次回はそちらも覗いてみたいと思います。そしてシューズのオン、やっぱり並んでいますね。スイス生まれの洗練されたデザインで、シューズ界のアップルとも呼ばれています。ミニマルでスーツにも合うのが人気の理由です。今や世界中で大人気ですが、実は最初の試作機が創業者が自宅の庭のホースを輪切りにしてそこに貼ったものだったんです。この DIY 精神がこの雲の上の走りを生み出したんですね。このエピソードが有名です。僕自身もクラウド6を持っていますが、軽量で脱ぎ、剥ぎが楽。普段履きには最高ですよ。今日はパスします。ここからはスポーツ関係のショップが並びます。バートンフラッグシップ東京。最近オリンピックのスノーボードを見ていたら入りたくなっちゃいました。入ってみましょう。僕の興味は手袋です。いつも臨死の森の公園を朝5時半からウォーキングしていますが、手が冷たくなるので温かいものを探しているんです。この手袋を二重にすれば万全ですね。顔全体を覆うマスクも欲しいです。息がしやすくて温かいものがあれば、これならいけるかも。オリンピックの選手もヘルメットの下にこれをかぶっていましたね。ヘルメットもあります。ゴーグル付きですか？いいですね。
ジュニアコーナーもあります。この年代からやっていればトリプルコーク何回転もできるようになるんでしょうね。正面のビル、このビル以前はラグタグが入っていて買いやすい場所でした。後日たまたま来たらアディダスのプロモーションをやっていました。移転したのかと思いましたが、不朽の名作スーパースターのグローバルキャンペーンだったんですね。大掛かりなキャンペーンです。テーマはカルチャービヨンドタイム。左に大きく映っているのが藤井風さん、右がジェニーさん。入り口付近のホテルマンが荷物を運ぶカートのような装飾がとにかくかっこいいです。では正面のアディダスショップに入ってみましょう。スーパースターアイコンの藤井風さんとジェニーさんが登場していますね。藤井風さんの着こなしかっこいいです。 YouTube で見てアメリカですごい人気だと知って注目するようになりました。小さい頃からクラシックピアノ、何を弾いても上手くてびっくりしました。日本の歌謡曲も結構演奏していました。僕の年代ではそれだけで好感持ちました。今やアメリカでも大人気の藤井風さん、ジャズをルーツにする彼の音楽は国境を越えて今の若者の心に届いているようです。数年前の曲「死ぬのがいいわ」も聴いてみましたが、正直今の僕にはその良さが完全には分かりません。でも彼のジャズ特有の独特のリズム、コード、進行、音の重ね方を見ていると、現地のミュージシャンが聴いてもこいつは分かっているなと思わせる本物のジャズの素養があるんでしょうね。地下は広いです。スポーツウェアよりもカジュアルに着られる服が多い印象です。靴はいつの時代も人気のこれ、アディダス不朽の名作。やっぱりかっこいいです。僕も一つ欲しいな。隣はオークリーストア原宿店。ブランドアイコンのサングラスはもちろん、アパレルやフットウェアまで揃っています。僕がゴルフで使っているサングラスもオークリーです。レンズを入れ替えられるタイプで、当時は結構高かったですよ。以前ここで運動用の T シャツを買ったら、紙のような素材の肩掛け袋に入れてくれたんですが、未だにジムに行くときに使っています。丈夫で軽くて本当に素晴らしい。ここに袋自体も売っているので、壊れたらここで買えば問題なしです。この上着すごく軽い。旅行の時にドレスコードがある場所でもシワになりにくくて良さそうです。ロゴが目立つところについていた。これが目立たない場所にあれば完璧だったんですけど、残念。今人気のたこ焼き屋さん、わらたこです。今日も並んでいますね。小腹が空いたらストリートフードの定番たこ焼きをこの辺りで食べ歩きを楽しむ海外の方も本当に増えました。僕はまだ一度も食べたことがないので、今度食べてみようかな。その前がパリミキ。パリと同じショップカラーで目立ちますね。横がサラマンカ。2階に上がってみましょう。入り口にブランドバッグが並んでいます。サングラスもおしゃれなものが多いです。数十年前の希少なシャネルのチェーンバッグや
エルメスのケリーなどお宝級のアイテムが並んでいます。ルイ・ヴィトンのレザージャケット、革の風合いと色がいいですね。中古で良ければお宝が見つかるかもしれません。楽しいお店です。外見はこじんまりしていますが、中は思ったより広いですよ。日本のヴィンテージショップは管理が良く、本物である信頼性が高いため、最近は海外のセレブリティもここをめがけてやってくれそうです。隣がメゾン・マルジェラレプリカフレグランス。フレグランス専門店は初めてなので覗いてみましょう。店員さんに親切に教えていただきました。最大の特徴は香水一つ一つに日曜日の朝、ジャズクラブ、フラマーマーケットといった具体的な場所と時間の名前がついていることです。1950年代の薬局で使われていたようなボトルデザインもかっこいいですね。ローズガーデンなどいろいろ嗅いでみましたが、お香のような個性的な香りから朝の庭のような香りまで様々でした。一番人気はレイジーサンデーモーニング。フィレンツェの朝、洗いたてのシーツに包まれる心地よさを表現した香りで、男女問わず支持されているそうです。ただ、新しい匂いに変えるのは勇気がいりますよね。ふと思い出すのはサンタマリア・ノッベラのクラシックな香り。飽きなくて僕にとって心地よい香りです。僕が心地よくても隣の人がそうかは分かりませんが、香りは難しいというのが僕の実感です。デルタワンのショップです。シルバー界のレジェンド、ゴローズを扱う専門店です。まさに芸術品、あるいは財産、日本の職人魂が集結しています。前回紹介したアリゾナフリーダムもネイティブアメリカンの伝統を感じさせる素敵なアクセサリーでしたが、ここのものとよく似ていますね。ゴローズと間違うほどです。でもさすがレジェンドと言われるだけあって高額です。雑誌でもよく紹介されていますよね。この財布のようなバッグ、ジーンズを履いた人が持っているのをよく見かけました。ザ・抹茶東京のショップです。抹茶アイスでも食べようかな。すごく並んでいる。これは待てないな。また今度にしましょう。ジレ、入ったことがないので見てみましょう。ここも小さいのかと思ったらそうでもないです。なかなか面白そうです。T シャツもかっこいいですし、ヴィンテージものも結構ありそうですね。このチェック柄、雰囲気があります。ディプティーク。このお店僕も知らなかったのですが、ボトルのラベルに描かれたイラストが特徴だそうです。
香りの原料やその着想を得た風景が緻密に描かれています。1961年にパリで3人のアーティストによって創立されました。ロン・アラドが異彩を放ったように、ここもアーティストの視点から生まれたブランドです。香水だけでなくキャンドルも有名で、ベイなどの香りはインテリアとして世界中で愛されています。内藤醸造の日本酒蔵元直営店です。名酒木曽三川の飲み比べができるそうですよ。しかも日本酒と焼酎を無料で試飲できるとのこと。見てみましょう。内装が木造りで雰囲気がありますね。早速いただいてみましょうか。大吟醸などいろいろありますね。どれから試飲しようかな。この武陵桃源です。3年連続で金賞を受賞したお酒です。6種類も試飲できるんですか？嬉しいですね。まずは大吟醸から。美味しい。大吟醸だから少し甘めですね。ワインのようにフルーティーだ。全体的に甘めで飲みやすいです。焼酎も飲ませてもらいます。麦焼酎、コクがありますね。ここのお酒はどんな料理に合うか聞いてみたら、味噌料理だそうです。なるほど、甘めだから納得です。焼酎を1本買って帰ります。オーストラリアとカナダ産の麦麹を使っているヤシャオを購入しました。店内のこの装飾が愛知濃尾平原をイメージした組子細工ですね。その横が欄板です。隣がコールハーンのショップです。すごく軽い。これは履きやすそうです。見た目はドレスシューズですが、中身はナイキの DNA を継ぐハイテクな革靴。スポーツシューズ並みに履きやすいんです。最近サラリーマンの方もよく履いているのを見かけ、さすが世界が注目するデジタル機関ショップ、グランドショップです。本来ここが表参道から始まるキャットストリートの入り口ですが、今回はあえて渋谷から見てきました。ではここで U ターンして右の方に向かい、人気のお蕎麦屋さんに行ってみましょう。その前にジーンズで有名なこのショップも見ていきましょう。ステュディオ・ダルチさん。デニム好きの間では伝説のブランドとして知られるこだわりの強いお店です。この革の上着もジーンズに合いそうですよね。以前ジーンズを探しにここを訪れたことがあります。バギーパンツが流行る前に少し幅広ものが欲しくて来ました。日本初のセルビッジジーンズを作った元祖で1979年に設立されました。大量生産で失われつつあった本物のジーンズを取り戻すため、旧式のシャトル置き機を復活させたパイオニアです。結局僕は検討した結果、アットラスト&カンパニーのジーンズを購入しました。今も持っていますが、履いていて色気があって気に入っています。新品から履き込んで育てる楽しみがあるジーンズですが、
展示されているくらい履き込むのはなかなか大変です。なのでいつもヴィンテージ風の色落ちがしてあるものを探しています。上にあるのがマウンテンハードウェア。1993年に誕生したプロ仕様のブランドで、8000メートル級の雪山に挑む人向けに作られています。過酷な環境でも動きやすく、絶対に壊れない信頼性が売りです。ロゴはボルトを締めるナットの形、ギアとしての完成度を追求する姿勢が大人の男性に支持されています。僕も登山用品の丈夫さと機能性を求めていて、最近はそうした服が増えました。寝袋も今すごく興味があります。災害時にも持ち出せて、どこでも寝られる機能性。なんだかロマンを感じませんか？そしてグラミチ。1982年に立ち上げられたブランドです。ガゼットクロッチで180度開脚。股の布のおかげで足を大きく開いても生地が突っ張りません。他のメーカーもこの手のパンツは取り入れています。これが例のパンツですね。ベルトが最初からついていて、片手でウエストを調節できます。岩を掴んだまま調節できるように考えられた工夫なんですよ。コーヒーを飲みながら買い物も楽しめます。軽くて使いやすい、僕が今一番欲しいものです。この通り、キャットストリートと明治通りの間の裏通りですが、飲食店がいっぱいあります。このお店、麺チラシと書いてあります。打ちたて、切りたて、茹でたてに徹底的にこだわっていて、注文を受けてから麺を切るので、うどん本来のコシと喉越しが楽しめます。人気は釜玉カルボナーラ。チーズ、厚切りベーコン、バター、卵黄を混ぜて食べる新感覚の美味しさです。食べ歩き用のだし巻き卵ドッグも人気のようです。食べたいなぁ。でもこんなに並んでいる。少し時間をずらして今度行きましょう。この辺りで食べ歩きを楽しむ海外の人も本当に増えました。ミスターブラザーズカットクラブとあります。内装も古き良きアメリカの理容室みたいな感じ。最近こういうお店増えましたよね。ザ・グレートバーガー。すぐ入れそうなので、ここでバーガーを食べましょう。僕はベーコンチーズバーガーとコーヒー。サイドのポテトを細切りか皮付きか選べるのも嬉しいポイントですね。本格的なバーガーだ。美味しそう。美味しい。完食です。ここにもコーヒーショップ。やはり飲食が多い通りです。この先に気になるショップがあります。ここ、タトゥースタジオ山田。タトゥーのお店がこんなに堂々と店を構えるなんて驚きです。海外でもまだマイナーなイメージがある中で、これはすごい。オーナーの山田蓮さんは YouTube でも非常に有名で、僕も何度か拝見しました。以前美容の一環としてアートメイクをやろうとしたことがありますが、管理が大変でやめたことがあります。最近はファッションで入れる人が本当に増えましたね。見えてきました。今日の最後の本命、バソ、そしてそばだ屋です。いつも混んでいる人気店ですが、今は時間帯がずれているのですぐに入れそうです。投資異業なので、こういう時は助かりますね。まずは券売機から食券を買います。さっきバーガーを食べたばかりですが、おすすめのバソセットにしましょう。2階に上がります。モダンな店内ですね。これがバソセットです。盛り付けもかっこよくて美味しそう。天丼のように大きな天ぷらにタレがかかっていて、箸で崩すと中から半熟の黄身が出て、混ぜて食べると絶品です。そばつゆに刻み海苔をたっぷり入れて、そばは太麺でもっちり、歯ごたえもあって美味しいです。書き込みでは麺が切れるとか薬味の補充がない、店員のサービスが
なんて声が心配な声もありましたが、実際着てみると面に腰回り、薬味もきっちり入っています。この分量と値段ならお腹を空かせた人には申し分ない満足感だと思います。セットのご飯も出汁が染み込んでいて申し分ありません。着てみて体験してみて本当に良かった。少し長くなりましたが、キャットストリートを中心に今日もたくさんの発見がありました。ショッピングももちろん、日本のリアルなファッションカルチャーを肌で感じたい方にキャットストリートは本当におすすめの場所です。ぜひ皆さんも自分だけのお気に入りを見つけに歩いてみてください。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。